八です。今日はね、筋トレでアンチエイジング番外編ということで、私ここ3日ぐらい風邪をひいておりまして寝込んでおりました。風邪を治すためにこれから肉を食べると、そういう動画をやりながら、ちょっとね近況などを話していきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。てな感じで今日はスライスした肉をいただくので、映ってないか、これぐるっと今下やるね。こうはこの七輪で火を起こしていこうと思いますので、まず火を起こすところからいきましょう。今いろいろ用意してまいりました。まずね、手袋をはめて、はめる前にこれ切れないか。ファイヤースターターは100均でいいんじゃないですか。で下に炭があるんで、肉を食うっていうのはね、なぜかというとこれめんどくさい、これか、これでした。これあんま良くねえんだよな、お体に。液体よりはいいかと思って買ったんですが、やってみるかね。要はクレアチンが入ってるんでね、脂肪が燃焼されるかなと思って肉を食うんですが、炭に火が移りますでしょうか。これいらねえな、銀紙いらないね。だらだら取ってるわけじゃないんですが、ね、火がつくのには何が必要か車の雑学じゃないんだから。もちろんね、火花、それと燃えるもの、それと酸素です。こっちか、酸素です。ってな感じで火がつくかな、やってみますか。いやー、なかなかね、風邪もうちょいだね、治んないとね、トレーニングどころじゃないんでね。ちょっとしてもきますよ。ギャオ、映ってる？映ってんね。ここまでいかないと映んないか。どら、手袋いらなかったね。さあこれでやっていきますが、ここで入る、ここかね。外どうだろう。これつかない。これ出てんだけどつかないんだよね。ついた。ついてついた。ついたらここからいるか。いいか、手でね、こうやって炭に火がついてくれると嬉しいけどね、火が移ってくんないとね。着火剤、固形って言ってもね、なんだ、別の買ってくればよかったかな。さあこれね、これか。危ない。弱いやついいかな。どうだろうねえ火をずっと取っててもしょうがないんで、こう戻しますが、ね、そうもうね、風邪も治ってくると悪いものを外に出そうとして飯食う時にこういう話もなんですが、こうねヒューヒュー言ってくるんだよ、ここで。俺ね、23の時に急に喘息になりまして、もう40年も患っているじゃないですか。その40年間の喘息ね、喘息だと、要はね、風邪ひくと辛いのよ、ヒューヒュー言っちゃって。で今いろんなお医者さんかかって初めてねアレルギーになったからね。ほんでもうその半分、40年の喘息人生の約半分ぐらいをずっとお世話になっている守谷哲郎先生、見てます？またねむせった。大丈夫か。またねお芝居の話しましょうね。いや、喘息の先生なんですよ。で私のファンでもあると。頑張りますからね、役者で見てないと辛いね。はいね、呼吸器科のことなら守谷内科
ね、ひらがなでもりや。このぐらい宣伝すると喜ぶから、宣伝しなくてもね、いい先生なんで繁盛してますんで。お子さんはダメですよ。お子さんはね、もう見てる暇がないんで、ね、私のようにご高齢じゃなくてもいいんですが、お子様以外でしたら信頼できる先生なんで。場所はね、白いね、ほとんど鎌ヶ谷と白いの間ぐらいにありますんで、よろしく。先生、映画撮るとき頼むね。これで吹いてみようか。どうかな。これね、火がつかないと肉焼けないからね。そう、そんなわけでね、うるさいか。そう、そんなわけでね、まあ風邪ひくと辛いんですよ、ヒューヒューね。でもいつもでもヒューヒュー言ってるわけにいかないんで、肉食ってぐっと寝て治す。まあ風邪に関してはね、もうここ40年どころじゃないな。もうお医者さん行かないし、薬飲まないですね。自己治癒力で治そうと。まあ寝るしかないんですよ、風邪は。まあ風邪もいろいろ種類があるからね、あんまり軽く言っちゃいけないんですが、まあそんな話はいいんだけど、ちょっとね、メンタル的にまあ高くないんで、こういう言い方になっちゃうとね、いけないんですがね。暑いね。もう夏だね。でもまだ梅雨明けてないからね。今台風が、どこだ？沖縄の方に来て大変な時期ですが、私は家で風邪を治すために肉を食います。食えるかってぐらい食います。はい。炭水化物は取りませんと。それがいいかどうかは分かりませんが、まあね、昔から風邪ひくと負けちゃいけない。夏になると暑さに負けちゃいけない。冬になると寒さになんか負けるかって言ってつい食っちゃうんですよ、いっぱい。まあ一年中食ってるわけですけども、だから太っちゃう。ただまあね、ある人から聞いた話によると、免疫力を高めるには、自己治癒力を高めるためには満腹ではいけないよと。体がね、鼻黒くなってないか、体がね安心してもういいんだろうっつって戦うことをやめちゃうからっていうので、肉食ったらあとは食いません。まあね、これ筋トレでアンチエイジング、筋トレでとか言ってるけど、まあ俺と同じぐらいのね年齢の方ですごい人いっぱいいるんですよ。あれはね特殊だからね、無理だって。この年で俺もだから16の時に初めてバーベル握ってからちんたらやってますけど、あんなにね追い込むのは俺も追い込むんだけど、続けられるっていうのはね本当にごく稀な人だからね。あれを見てよし、俺もまだ50じゃないか、今からやろう。怪我しますよ。続きませんよ。嫌になっちゃいますよ。ただね、やはりね筋肉つけるには重いのを短い時間でね上げ切る、それに尽きるわけですよ。より多くの筋肉細胞をより短い時間で破壊して、あとはゆっくり休んで栄養をたっぷりとって筋肉をメンディングする、要は補修してちょっとずつ大きくなっていく。それは嘘じゃない。ただね、ある年齢以上になると、要はその一番大事なトレーニングよりも大事かもしれない、その休むと栄養っていうのがパーセンテージ落ちてくるんですよね。そうなってくると結果どうなるかというと、いい感じだね。結果どうなってくるかというと、要は続かない。追い込むことはできる。昔からやってる人はなおさら昔こうやって追い込んだんだからとね。ただ、重量も下がってきちゃって、もともと俺はそんなに重い重量を上げられるような筋量は持ってないんでね、あれですけども、あれですけども、つったって AI はね、なんだろうと思うよね。翻訳できてんのかね。
まあみんな頼むよ。なんか X のフォロワーの人がもう今52,000人に達しようと、まあこれは嬉しいことなのですがね、インスタグラムも1個の方は1万人ぐらいいてもらえてんのかな、ね、スレッドの方も着実に増えてありがたいことなんですが、 YouTube 登録してよ、もっと面白いこともやるからね。まだ4,000人ちょっと行ったり来たりなんで、 X の人ね、いろんな言葉で書くから YouTube 上げた時ね、 YouTube 登録してコメントでね、 X も登録してるよって、まあコメントでやっちゃまずいか、何らかの形で私にください、ダイレクトメールを。そしたら X で話しましょう。ただね、どの人がどの人か分かんないんで、おかげさんでいっぱいいるからね、まあ、何が言いたいかというと、サブスクライブプリーズでね、コメントもお願いしますよ。それがやる気につながりますんで。そう役者としてね、今いろんなことをやらせていただいて、まだまだこれからなんですが、やはりね、まあどんな時でもどんな役ができるようにということでね、まあ、役が来ないんじゃしょうがないんで、自分で作っていったり自分で探したりいろいろ頑張りますんで、これからもよろしくお願いいたします。ちょっと風だとちょっとなんかあれだね、いまいち力がないね。さあ火もいい具合になってきたのかな。あんまり強いとよ、ペラ肉焦げちまうじゃんじゃあ一回肉の準備しますんで一回止めます。はい、それでは火も起きてきたんでそろそろ食べていきますか。まずは豚を食べて、それから牛に行きますかね。その前にネギをね、喉が痛くなっちゃいけないんでネギを焼きましょう。ネギを焼いといて後で食べるとね。タレは焼肉のタレで十分ですよ。ステーキの時はねまたいろいろ凝ったりするけど腹減った。何食ったんだっけな。朝何も食ってからいけないんだな。朝菓子パン甘いのと、でもリンゴが体にいいかなリンゴなんとかほとんど入ってなかったな。それとあとパストラミが入った、今パンも高いよね。ああ、1個落ちた3秒ルールは外では適用できねえな。そうなんだっけ、そうパストラミが入ったフランスパンのやつを食べました。それがもう寝ようってグーグー寝てたからね、何時だこれ10時ぐらいかな。で今が何時だ、今3時ぐらいで、これ食ったら夜食うはないってな感じで、火は大丈夫でしょうか。豚焼いていこうねえ。網ちっちゃかったな。こんなもんでいいかと乗っかねえじゃん。ね、よく火を通して食べていきましょう。そうこんな感じでね。いやそう筋トレね、もうちょい上か。ちょっとごめん行き過ぎ。そう筋トレね、こっちが明るいから顔暗いね。まあ勘弁して。そうで、なんで筋トレやっていくかっていうと、やっぱり筋肉つけて代謝良くしたいっていうのがあるし、まあみんなね筋トレやってる人は分かるでしょう。やればもっともっとっていう気になっていく。それで筋トレ続けて楽しいんだけど、さっき言ったようにね、なかなか続けられないのよ。ね、それだとねやっぱりねまたすぐ落ちちゃうしね。ただ今ね、なるべく重いのやりたいと俺なりにね思ってるんだけれども、効かすことをどうやって効かすか。チーティングやりながら効かすこともあるけれども、その人もね、そう煙がカメラの前にいい感じじゃん。そのね一流の人たちと比べたら全然もう筋トレなんていうのもおこがましい感じなんですが、炭の力強いね。そうやってね気持ちをアップさせるわけですよ。それ重要なんですよやっぱり。怖いね、ポロポロ落っこっちゃうね。行く時はよしって行くわけじゃないですか。やってる時ね、本当は目つぶりながら筋トレなんかやっちゃいけないんだけれども、やっぱりね集中するとね、なんかその筋肉に今鍛えてるっていうのもあれだけど、今ね壊してる
壊してんだよ、筋肉がね。壊してる筋肉に集中するために、そうね、どうしてもね、気持ちをそっち行かせるために目つぶっちゃうんですよね。まあマシンとかだけどね、フリーウェイトの時はね、まあなるべくなんだけれども、まあそういう状態でやっております。次またね、早いうち行きたいと思いますが。おお、いい感じだね。豚よく焼かないとね。よし。おおまあ豚の脂身はビタミン B ということで、よしね、じゃあ少し食べていきましょう。ではまた次食べとこ取った方がいいかな。豚食って牛食うところ。それでははい、豚とネギが焼けてきたんで食べます今日ね、牛を 400g、 豚を 300g 買ってきたんでね、いっぱい食やいいかってもんじゃないけど、まあネギからいきましょうか。焦げてもあっちゃ豚やばいね。危ね、すんげえ危ね。ね、そんな焼いて食うよ。食って風邪を治すすごいね。誰が食うんだよ。ネギうまね、いただきます。キムチ後ろに置いたんだけどね。サニーレタスに豚を包んで食ってみますか。置くとかね、下打ち。おお、うまそう。いただきや。まる。うまい。うまいな。まあ次は牛で豚完食。さあ次は牛いってみますか。牛これ400。うまそう。食って風邪治しますんで、また次回もご視聴よろしくお願いいたします。それではごめんなさい、まだまだ食う外地でした。サブスクライブプリーズでコメントねくださいね。全然まだまだ食べられますよ。それでは。